皆さん、ごきげんようです。お魚です。町屋に来たぞーということでですね、本日はこちらの町屋で行われます伏見の町屋で謎解き大冒険サンゴの秘密というイベントに参加させていただきます。こちらのイベントは北海道大学でサンゴの研究をしてらっしゃる院生さんたちがサンゴのレクチャーをしてくださったり、その後町屋を探検しながら謎解きができたりするイベントです。私この辺には初めて行ったんですけど、本当に普通の町屋で入っていいのかどうかしばらく入り口で悩んでおりました。そしたらですね、新聞社の取材の方が来られて、その方にね声をかけていただいて一緒に中に入ってみることができました。ありがとうございます。中もこんな感じでですね、本当に昔ながらの町屋という感じ。そこにサンゴ礁関係のイベントのチラシが置いてあったりするのでちょっと面白かったですね。そうそう、こういうね頭上注意の張り紙なんかはね、全部院生さんたちが手作りで作っていらっしゃるみたいです。そうで、この北海道大学の院生さんたちなんですけど、今はこちらの町屋に住んで研究活動を行われているそうです。で、今回初めてこういう一般人向けのイベントを行われたということで、すごく貴重な機会にね参加させていただくことができました。こういうちょっとしたところにサンゴが置いてあったりして、すごくなんかね昔ながらの町屋とこの研究活動っていうののなんか不思議なマッチングが行われていましたね。この椅子とかすごいおばあちゃん家にあった椅子だって誰もが思うんじゃないですか。おばあちゃん家とかなくてもこんな感じでね、普通の部屋の中に研究成果とか貼ってあってね、すごく面白かったですよ。イベントの前半は院生さんたちがサンゴについて優しく教えてくださいます。サンゴってね、イソギンチャクとかの仲間なんですって。知ってました？なんかね、生き物らしいっていうのはさすがに私も知ってましたが、イソギンチャクの仲間というのは初めて聞きました。しかも私たちがサンゴだと思っている硬いやつ、あれは骨格なんですって。で、だいたいこうビーチとかで拾えるような白いやつ、こういう感じのね、こういうのは骨格のかけらなんですって。知らないことがまだまだいっぱいあります。しかもこのサンゴは褐虫藻っていうのをこの骨格の中に入れて共生してるんですって。だからなんかこう生きてるサンゴってピンクとかのイメージが強いと思うんですけど、それはこの褐虫藻の色が透けて見えてるからなんですって。で、だから死んだサンゴ、こう海に打ち上げられてたりとかするサンゴは白いんですね。で、それでね、私ここから聞いてすごいびっくりしたんですけど、なんかサンゴの研究ってなんか生物学的なサンゴはこういう体の作りをしていてみたいなことかなって思ってたら違うんですよ。こちらの院生さんたちがされてる研究は地球学的なことで、サンゴの生態を調べることでずっと昔の地球の環境がどうだったかっていうのが調べられるんですって。で、そうやってこの地球環境がどういう風に変化してきたかみたいなのを調べることで、これから先地球の環境がどうなっていくかを予想したりするんですって。全然知りませんでした、そんなことがわかるなんて。で、サンゴって暖かくて浅い海にいるっていうことで、研究のフィールドも人それぞれ全然違ってて、喜界島をメインに調べてる方もいれば、ハワイのクレ島とかを調べてる方もいらっしゃって、それぞれの場所でいろんな研究をされてるみたいです。喜界島と北海道と京都、もうどこもすごく遠いのにあちこち行き来されてて、研究者の方って本当にバイタリティがありますよね。そして後半はサンゴについての問題を町屋の中から見つけ出して解いていく謎解きタイムです。これがまたね、町屋の中がとっても楽しくって、2階なんかはちょっと屋根裏みたいな感じになってるんですよ。この屋根が斜めになってるの分かりますかね。
この低い位置に窓があるのも楽しいですよね。この窓脇に座ってお茶とか飲んだらすごく情緒がありそうとか、あと不思議なところにいっぱい扉があったり、どこにつながってるのかわからない階段があったりしてね、とっても楽しく過ごさせていただきました。でも結構感じたのは、あっちこっちに床の間があったり、物を飾ったりできる場所もたくさん作られていて、町屋が普通だった頃の日本ってこうやって家の中でも四季を楽しめるようにしてたのかなって感じました。ほらほら、こういうねむちゃくちゃ狭い階段とかもあってね、すごく楽しいんですよ。この棚とかすごく良くないですか？何置くでね、この階段もほらすごくね、なんていうかね、傾斜が急で今の階段と違うでしょ。こういうところがねすごくね町屋っていいんですよね。あとこれ坪庭、そう町屋といえば坪庭ですよね。ここもね楽しく見させていただきました。ただね、クラスとなるとやっぱりちょっと不便なところも多いらしくって、なんかトイレとかお風呂がちょっと外にあったりとかね、部屋が密閉できないのでなかなかこう部屋が温まらなかったりとかもするみたいです。はい、そして教えていただいた甲斐あって見事全問正解すると、こちら上の階への隠し階段を見せていただけます。こちらのこの黒い紐みたいなものがですね、院生さんが発掘っていうんですかね、掘削されたサンゴの長さと同じなんですって。2メートル近くあるそうですよ。サンゴって1年間で1センチ伸びるということですので、200年近く生きているサンゴをなんかこう私にはわからない難しい機械を使って掘削されたらしいです。採取されたらしいです。はい、ということで普段あんまり馴染みのないサンゴの研究について教えていただく大変貴重な機会でした。まさか伏見の町屋でこんな研究が行われていたなんて。研究自体は町屋でされてるわけではなくって、京都の別のところにある研究所でされてるらしいんですけど、でもね、まさかそんなサンゴの研究をしてる学生さんたちが住まわれているなんて思いもしませんでした。またこんなイベントがあったらぜひ参加してみたいと思います。それでは本日はこんなところでごきげんようです。お魚でした。